こんにちは、ギタリストの副島です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画では4月にあったエリック・クラプトンさんとの出来事から先日の TBS 情報 7days ニュースキャスターさんでの生演奏までこの怒涛の3ヶ月を振り返りながら仲間や皆さんへの感謝、そして今僕が何を思っているのか、これからどうしていくのかについて話していきたいと思います。改めて今回の出来事について簡単に説明をさせてください。4月に来日中だったエリック・クラプトンさんが TBS の情報 7days ニュースキャスターさんという番組の中で行われたインタビューで注目している日本人ギタリストはという質問に対してなんと僕の名前を挙げてくださいました。今こうやって言葉にしても相変わらず全く現実味がない不思議で光栄な出来事なんです。そして TBS さんから取材を受けた時、僕中国にいたんですよね。ちょうど上海でライブをしてまして、そのまま翌日にはオンエアがされて、すごいいろんな知り合いから連絡が来て、なんだかすごいことになってるって思いつつ中国ツアーを北京で終えて、そこから帰ってくる時にネイザン・イーストさんの日本マネージャーをされているイッタさんという方から連絡があって、で、としきさん、もし可能ならクラプトンさんに向けた1分ほどの短いビデオメッセージを作ってもらえませんかと、それをネイザンさん経由で本人に見せてみますっていうふうに連絡していただいたんですよね。でそしてもう朝ビデオメッセージを撮影して送って、でそれをですね、イッタさんが見せてくださって、そしてそこから有働音楽事務所さんの快いご協力もあって、なんと4月26日追加公演の日にご本人との面会を果たすことができました。僕と妻の奈穂さんで行ったんですけども、もう本当に緊張してほとんど覚えてないと。でも本当に温かくて、僕の拙い英語にも耳を傾けてくださったり、すごく長い時間お話ししていただいたような気がしています。もう本当に雲の上の神様のような人なんですけども、僕の主観でしかないかもしれないですけど、なんかギタリスト同士の会話みたいなのがあったのかなみたいな思ってまして、その時間は僕の宝物になってます。そんな、クラプトンさんと撮らせていただいた写真などがまた反響を呼んで、この数ヶ月は本当にいろんなメディアにも出演させていただきました。僕は今まで自分で YouTube をやっていたので、いつも自分で自分のことを話題にしてました。っていうとなんか変な話なんですけども、そうやって多くのアーティストって今発信をしてると思うんですよね。僕も DIY ミュージシャン、インディペンデントなのでそうやってたんですね。なのでここ数ヶ月はいろんな方が自分のことを話題にしてくださるっていうことが素直にすごく嬉しかったです。新聞、雑誌、ラジオ、もういろんなメディアにねお世話になったんですけども、中でもラジオさんにはとってもお世話になりまして、東京 FM の G-SHOCK プレゼンツザ・モーメント、こっちの健太さんとねめちゃくちゃ楽しくお話しさせていただいて、でもともとですねこの G-SHOCK さんで今働いていらっしゃる方が僕の古くからの音楽仲間だったりして、こちらの G-SHOCK もプレゼントしていただいたりして、もうバンドメンバーにも全員みたいな感じでもう本当にありがたいです。そして J-WAVE ではJK ラジオ東京ユナイテッドにてジョン・カベラさんともねお話をさせていただいて、誰もが聞いたことあるラジオの声、もうそれをね直接聞けて本当にありがたい経験ができたと思ってます。ラジオというメディアには音楽に情熱を持っている人が本当にたくさんいらっしゃって、僕が本当に僕のままで出ることができる、本当にねありがたい経験をたくさんさせていただきました。その他本当に語りきれないくらいたくさんのメディアさんにお世話になったんですけど、その中でも真っ先に動いてくださった僕の地元の佐賀新聞さんや FM 佐賀さん、本当に感謝しております。ありがとうございました。またねライブもたくさんありまして、5月のサウンドメッセから浜松での万楽日和、我々のホームね群馬のポンポーソでのライブレコーディング、そしてサウスロンドンからのビートメーカーエド・ブラックと親友さんとブルーノートプレイスでライブもやりましたし、その後自身の単独公演も2日間にわたり全公演完売でやらせていただきました。どれも今回の出来事がある前から決まっていたライブだったんですけど、ただどの日に関しても今回の出来事をきっかけにお越しいただいた方がたくさんいたと思ってます。そうやって来てくださる方にどんなギターを弾くのか問われるような気がして、でもそれを意識しすぎたお気に入ったようなとかまとまりのいいとか集大成的なプレーをするのではなくて、毎回あくまで現在進行形のプレーをしようということをすごく意識したんですね。その結果すごくでも自分やバンドの演奏の状況っていうのは今いいのかなと思ってて、音楽本当に楽しいです。特に先日行ったブルーノートプレイスのフルバンド公演は今までで一番挑戦的でオープンで、地平を開拓していくようなね感覚にすらなる最高のライブだったと思います。こちらは動画も上がりますのでお楽しみに。そんな中ですね、先日7月の19日に情報 7days ニュースキャスターさんにて音楽の日にちなんだ特別な演出の一環としてオープニングソングの L でこちらを我々副島バンドで作曲者の恵子さんと一緒に生演奏させていただきました。初めてのテレビで生演奏、しかも地上波、スタジオにはねめちゃくちゃたくさんの人がいるんですよ。刻々と迫り来る時間、絶え間ない確認事項、
でギリギリに三谷さんや安住さんが到着して、本番までのカウントダウンが2分を切った時にめちゃくちゃ緊張してきて、手汗をすごいかいて、やばいやばい、この緊張感どうにかしないとって思いながらも、もうあと10秒切って Q が出てスタートして、でも最初のコードを2個ぐらい鳴らした時に、メンバーの音とかを聞いて、なんかいつもの感じじゃんと思って、そこからはわずかですね2分ほどの演奏でしたけど、心から楽しむことができました。気づけば終わってました。もっと演奏したかったです。本当に素晴らしい経験をさせていただきました。で、僕のようなマニアックなジャンルのギタリストが地上波のテレビに出て、しかも完全なる生演奏をさせていただける、もうこれ奇跡のようなことなんだなと思ってます。情報セブンデイズのチームの皆さん本当に優しくて、僕やバンドメンバーの意向を何よりも大切にしてくれます。作曲者の恵子さんによるアレンジも本当に僕たちの音楽性を尊重してくださったものになっていて、オリジナル曲ではないんですけど、オリジナリティあふれる演奏ができたと思ってて、本当に嬉しかったです。改めて今回全てのきっかけを作ってくれた情報セブンデイズニュースキャスターさんのチームの皆さん、本当にありがとうございました。そして今回の出来事を踏まえて、今僕が何を感じているのか話していきたいと思います。で、今回の出来事っていうのは、僕が弾く一つ一つの音を不可逆的に変える出来事だったと思ってます。要するに今後僕は何を弾いてもエリック・クラプトンが認めたギタリストの音というふうに捉えられる、そういう運命にあると思っています。そしてそれは絶対に変わらない、だから不可逆だと思っていて、でそれを今どういうふうに感じているのかっていうことについて話していきたいんですけど、で現時点ではもうそれを受け入れた上でまた一音弾いていくしかない、その積み重ねこそが僕がもともと掲げていた歴史に名を残すギタリストへの唯一の道なのかなっていうふうに思ってるんですね。音楽っていうのは不思議なもので、例えばその波形、こういうふうなA のパワーコードとかで、こういったものは僕が弾いたものと他の人が弾いたものとかってものすごく違いがあるわけではなかったりする。でさらに言うと、この出来事がある前の僕が弾くプレイと後のプレイっていうのも、これも波形だけを見るとあまり変わってないと思うんですね。ただ音楽っていうのは人の耳に入って、そして脳に行ってみたいな、その人の思考みたいなものを通るということは、絶対にそこでストーリーとかその人が何者であるかっていうことも大きく音に関わってくるんだと思います。だからそれも含めて音だと思うんですよね。だからこそ今後はエリック・クラプトンさんが認めたギタリストとして見られていくということになるんだなっていうふうに理解してるんです。もうその事実に対して一歩も引くことなく真正面から受け止めて、その上でまた一音弾けばいいかなと思ってます。ここに対して結構自信があるのは、本当に幸運なことに僕はもうそのまんま自分の音楽をただやってた状態でクラプトンさんにそう言っていただけたので、それが本当に幸運だったなと思います。もしそこで少しでも無理をしたものをいっぱい投稿したりアップロードして続けていた中でそういうふうに言われたら、今後どうなってたか分かんないんですけど、もう本当にもうそのまんまを出してるので、ライブ映像も一発撮りで、メンバーもねずっとね一緒にやってきてるんで、だからこそねこういう気持ちになれるのかなと思ってます。それでもまた一音弾くできるのはそれだけですし、もうそれこそが僕の目標への唯一の道だと思ってますので。そしてもう一つ思っていることが、本当に周りに恵まれてるなということです。僕のギター人生は振り返ってみるとうまくいかないことの方が多くて、それこそ最初はギターが人生の中でも最初から割とうまくできたことだったりして自信があって、でもそれが上京してプロを目指す中ですごいスキルを持ったいろんな人たちを目の当たりにして、しかも音楽でご飯を食べるとなるともっと難しくて、自分の音楽性とかそれと社会の接点、これがうまく作れずに、要は売れなくて苦労したこともあります。同世代で活躍するミュージシャンたちが大きな現場にライブに行くその日に、僕は駐車場のアルバイトに行ってそこを比べてショックを受けたりしてました。でもそんな当時から僕のギターをいいねと言ってくれるミュージシャンの仲間とかなほさんにはね本当に感謝してます。そんなみんなと演奏してるありのままの自分の音楽が世界の皆さんに少しずつですけど評価していただいているというこの現実がもう何よりありがたいです。そして今は僕たちミュージシャンだけではなく、レーベルやプロモーター、メディア関係各所の皆さん、周りの方が僕たちの音楽を一緒に広めるためにたくさん動いてくださるんです。でこんなに恵まれてていいのかなって思うぐらいありがたい状況にいさせていただいているなと思ってます。本当にありがとうございます。あとは普段から音楽活動を支えてくれている家族にもねこの場を借りて感謝を伝えたいです。で息子がまだ小さいので、毎回ね僕となほさんが一緒にライブに行く時には預かってくれるじいじばあばとか、息子のねいとこにあたるお姉ちゃんたちとか、いつも本当にありがとうございます。以上がここ数ヶ月の僕の振り返りと現時点での考えていることになります。
最後は今後の予定についてちょっと話していきたいと思います。直近で皆さんにお会いできるものもありますので、そういったものの告知も挟みながら行かせていただければと思います。まずは8月7日、僕の地元佐賀にてフルバンドの公演をします。この会場のラグジーさんは僕が人生で初めてライブをやったライブハウス。僕まだ高校生だったんですけど、友達のバンドと組んで、そんなラグジーさんに今の状態でフルバンドで行けるということを本当に楽しみにしております。1部2部それぞれ違う内容でやりますので、地元の皆さんぜひお越しください。さらに都内でもすごいイベントがあります。8月24日、なんと銀座の山の楽器さん7階のジャムスポットにて、なんと無料の公開レッスン&トークショーを行います。抽選に応募いただければどなたでも無料で参加できます。当日はその中から2名様を抽選で選ばさせていただいて、その方々に公開のレッスンをしながらいろんな話もしていけたらと思います。で、さらに今回のイベントすごくて、当日ね抽選に外れてしまった方もお申し込み時に質問を書いていただければちょっと後日という形にはなってしまうんですが、こういう感じで僕は動画を一人一人に撮ります。そして質問に答えます。でこれはですね、来てくださった全員に満足してほしいという山野楽器さんのねご好意によって実現できているので、本当にありがとうございます。この動画をアップする頃にはもうね募集が始まっていると思いますので、ぜひお早めに申し込みください。このようなね無料のイベントをやる機会なかなかないので、ぜひこれを機にお会いできればと思います。夏以降の予定についてはしばらく海外が続きます。10月には台湾、香港、そして中国を巡る秋のアジアツアー、そして日本に戻ってきたらですね、ニューアルバムのリリースに入ります。次のアルバムのタイトルは気ままビーツです。なほさん主導のビートメイクと海外のプロデューサー勢とのコラボレーションになってます。めちゃくちゃかっこいいサウンドになってるんで楽しみにしててください。そして今年の末から来年にかけて大きな発表をまたできればと思ってますので、引き続き楽しみに待っててください。最後になりますが、改めましていつも動画をご覧いただいている皆さん、音楽を聴いてくださったりライブにお越しいただく皆さん、いつも本当に応援ありがとうございます。これからもギターと音楽を通して自分にできることを一つ一つ積み上げていきますので、今後ともどうか応援のほどよろしくお願いします。いつも支えてくださるミュージシャンの仲間や家族友人たちにも感謝です。これからもどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ギタリストの副島俊樹でした。じゃあねー。